Enter FM 東京ミュージックレーダー。今夜のゲストは東京発ガールズラウドロックバンド花冷えのボーカルゆきなさん、ギター&ボーカルまつりさんです。よろしくお願いします。お願いします。先週に引き続きの登場ですけれども、ラジオ先週いかがでしたか？いやなんか本当に結構ヨーロッパの話とか盛り上がれたり、おすすめのハンガリーのポガーチャっていうねもうすごい楽しみです。楽しみ。なんかワクワクが今日すごい増しました。よかった嬉しいです。ちょっと私は本当ヨーロッパに育てられた女なので、ちょっとよければ後でまたいろいろ話してください。お願いします。今週もよろしくお願いします。お願いします。先週はバンドの10周年について、そして今月末からの海外ツアーについてお聞きしましたが、今週はお二人のパーソナルな部分をちょっと聞いていきたいと思います。まずはですね、お二人の音楽のルーツなどにちょっとついて伺いたいんですけれども、お二人のルーツってそれぞれ何なんでしょう？幼少期に聴いていた音楽っていうのはゆきなさんいかがですか？私はですね、結構中学生まではもう本当に J-POP とかテレビ番組とかので流れてるような音楽とかぐらいしかあんまりこう知らなかったというか、あんまりこう情報がなかったんですよ、私の中に。で、そういう歌番組とかすごい好きでよく見てたんですけど、中学生の時にうちの学校って高校だけが軽音部あって、中学にはないんですけど、先輩たちがやってる定期ライブみたいなものに遊びに行って聞いたのが、マキシマム・ザ・ホルモンさんだったんですよ。そこで出会うんですね。そこでバンドを演奏してて、この曲はなんだみたいな、やっぱこう中学生の私は、この曲は一体なんだろうっていう衝撃受けて、そこから自分でいろいろ調べたり、バンドっていろいろある、バンドってかっこいいなみたいな、そこがやっぱルーツですかね。そこからその時にバーッと漁っていろんなバンドを調べてっていう感じ。そこから自分もやるに至るわけですよね。そうですね。そこからそういう音楽を楽しみたいなって思って軽音部入部してっていう感じでした。そうだったんですね。まつりさんいかがですか？私は小学生の頃からキッズギターを触ってはいたんですよ。でバンドもその父の影響ですごい好きで、それこそ、ゆきながマキシマム・ザ・ホルモンさんに出会ったのが、中学生の時、私はまさにそのちょっと前で、小学生の時に出会ってて、家で父が、かけてたんですよ、ホルモンの楽曲を。それをなんだこれはって家でもう全く同じでなんだこれはってなって、衝撃ですよね。初めて聞いたら。最初私あんま記憶ないんですけど、シャウトの声が怖いってずっと言ってたらしくてなかなかね触れないですもんね。そうですよね。怖いって言ってたらしくて、でもそっから自然とでもあれは何なんだっていう好奇心が勝って、勝手にお父さんの持ってる CD を漁ったりとか、中学生になって部活帰りにCD レンタルショップに通って、10枚で安くなるとかあったじゃないですか。めっちゃ使ってましたよ。もうそれを駆使していろんなの借りてってやってたので、結構いろんなジャンルは聞いてて、大元となるルーツはマキシマム・ザ・ホルモンさんなんですけど、ちっちゃい頃から東京事変とか、あとハイスタンダードさんも聞いてましたし、グリーンデーさんとか、ビリル・ラビーンさんとか、もういろんなものを聞いてましたね。パンク系もね、私も好きですし。で、お二人が出会うのは高校ではないんですね。高校の一応中学から一緒なんですよ。中学高校ってつながってるような一貫の学校だったんですけど、でも中学は中学で同じクラスにもなってるんですけど、まつりはその運動部で、そうだったんですか？私は美術部。両極端のような、なんで
漫画みたい。仲悪いとかないんですけど、じゃあなんか話すとこにいなかった。わかりますわかりますよ。同じクラスのもうほんと別のところにいるっていう感じですよね。なんかね、会ったらおはようとか会話するけど深い話はするタイミングがないっていう感じだったんで。で何がきっかけでじゃあそのバンドを組むになるんですか？なんかまあ私がそうやってちょっと音楽にハマりかけてた時に、ハマってた時に、まあ本当周りにあんまいなかったんですよ、バンド好きが。で祭りがなんかどうやらバンド好きらしいぞみたいな。小耳に挟んだ。小耳に挟んで、確かになんかこう体育祭とかでこうタオル持ってたりするじゃないですか、マフラータオルみたいな。それがめっちゃバンドのタオルだったりしてちゃんと見逃してないさんとかのタオル持ってて、親みたいな。でちょっと話してみようと思って話しかけましたね。なんかバンドとか聞くのみたいな。その時のことすごい覚えてて、ゆきなは覚えてないかもしれない。南廊下だよね。そう。すごい南廊下で始まるんですね。名の廊下があったんですけど、突然誰も知らないよ南廊下。突然話しかけられて、でもこのなんかつながり、その話しかけてくれたつながりはこれ一回きりじゃないなっていうのはちょっと感じながら喋ってて、本当に物語が始まるシーンですね。ちょっとプリキュアとかもそんな始まり方してましたよ。確か南廊下ですれ違ってる。南廊下ではないかもしれないけど同じ力を持ってる者同士みたいな確かにそういう始まり方だったから、今も話聞いててなんか花冷えが始まるまでのストーリーが漫画になりそうな感じがしますけどね。めちゃくちゃ面白い。そうなんだ。そこからじゃあ組んでいこうかって、その軽音部でも運動部だったんですよね。中学の時は運動部だったんですけど、高校はぶっちゃけどうしようかなと思ってて、続けるにしても結構私のいた部活がバドミントン部だったんですけど、中学はなんだろうな、楽しみながらも頑張りながらもこう練習はちゃんとするみたいなテンションだったんですけど、高校がちょっとガチだったんですよね。あるあるですね。ありますよね。これはそうなんですよ。これは分かれるよな。こうメンタル的に私は勝てるのかっていうのがあって、全然文化部でもこう好きなところ行けたらいいなぐらいに思ってた時に、まさにゆきなが軽音楽部の見学に一緒に行かないって聞いてくれて一緒に行きました。しかもなんか祭り、その軽音部に入る前にやっぱそのちょっとギターをちっちゃい頃からちょっとやってたっていうのも情報仕入れてだったんで目がパッて開いて、ギターもちょっとやってる、趣味も同じ音楽ジャンル入れるしかないなみたいな、自分一緒にバンド組みたいなって思って、もうそっからはもう計画的な反抗でいやだいぶ練られてましたね。すごい。でもすごい結構取り合いになってたんですよ。だから本人はあんま自覚してなかったんですけど、なんか祭りはリーダーシップも取れるしギターも弾けるんだから入れときゃ成功するみたいななかなかの逸材ですよね。高校生でね。いやもう私は誰とやろうかなぐらいにしかワーンってしてるところモテるタイプ、思ってなかった。みんななんかまつりちゃんみたいなまつりちゃんとそんなだった？結構本当にだったんですけど、じゃあ一緒にやろうよって言って、そこから始まったんだ。ゆきなさんの計画勝ちですね。ですね。まんまと綺麗にはまりました。すごい、そこから花火が始まったんだな。すごいですね。南廊下から始まったんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっとこんなにお話を聞いてきておいて、実は私自身はあまりラウドロックというものを、それこそ中高時代はあまり聞いたことがなかったんですね。なのでだいぶちょっと素人みたいな質問をちょっとしちゃうんですけど、シャウトとかグロウルと言われる声はどうやって出しているのか今日伺いたいんですけれども。なんか結構、その高校生の途中ぐらいからやろうと思って、それこそマキシマザホルモンさんのコピーバンドだったんですよ、もともと花冷えは。でコピーしようってなった時にちょっと独学だったんですけど、独学でその昔
見たその先輩、私が衝撃を受けた時に見たその高校の定期ライブの先輩とかに聞きに行ったりしたんですけど、わかんないよとか言われて女の子だったんですけど、声高めの方なんですね。わかんないなんかやればできるやとか言われちゃってスポコンだマジかみたいな、結構憧れてた先輩にもうなんか一蹴りされた、おーみたいなって言われて、でもその気持ちめっちゃわかるなみたいな、なんか今となっては本当私もそれでじゃあちょっとやってみようで独学で、最初はその声真似みたいな、出してみるんですね。声真似でこういっぱい聞いて、聞いて声真似をしてみるみたいな、こうなんかじゃあ猫の声を真似してみるみたいな感じじゃないですけど、そっからでしたね。思いつくのはそのなんか喉痛めないかなとかそういうことだったりするんですけど、それはいやなんかそこまでそういうのは感じなかったんですよ。なんかまあそうなっちゃったら気をつけようとは思ってたんですけど、その喉を壊す、こうやって練習してった時に喉めっちゃ壊すとかがなかったんで、なんかこうたまたま大丈夫だったみたいな。へー、すごいなんか天性だったのかもしれないですね。そしたらね、いや本当にね、でも本当にいやでも楽曲を聴いていて、本当に可愛らしい声から、その後すぐにシャウトになんだこの行き来はというか、それが自由自在に操れている、声帯のプロやんみたいな気持ちでちょっと伺ってたんですけど、本当になんか花見の楽曲ってそこにまずその幅があるというか、そのゆきなさんの可愛らしいそのちょっとキャッチーになるフレーズとか、その可愛く歌う瞬間もあれば、本当に迫力あるシャウトとかそのグロールを出してかと思えば、まつりさんがその綺麗になんかメロディーラインがある部分はすごく綺麗になんか凛とした感じで歌っているのがすごく印象的というか、いい意味でちょっと温度感が違う声色が入るからこそ、そうなんか本当になんか飽きないじゃないですけど、本当にいろんな幅を見せられるなというふうに思って、なんかそこってその例えば歌う箇所とかって、なんかおのおのでそのここは松にしようとかここはゆきなにしようみたいな、そういう決め方とかってあるんですか？それは、楽曲制作段階で、最初に私がデモを作るんですけど、その段階でここはゆきなのパート、私のパートっていうのは決めちゃってて、もうそうなんだ。まつりさんが決める？そうです。でそこから大まかなニュアンスで、ここはこういうシャウトをしてほしい、ここはこういうクリーンでラップをしてほしいとかのメモをゆきなに渡して、はい好きにしてくださいっていう、そうなんですよ。で逆に私が歌うとかは、私が歌詞を書いて、こうメロとかも考えるんですけど、まつりが歌うとこはまつりが歌詞を書いてメロも考えてるんで、なんかお互い別のなんか作業をして、でまた見せ合うみたいな。そうだね。そうなんですね。二軸で走ってたまに交差して見せ合ってっていう感じで、じゃあその例えばそのシャウトをされる箇所とかの歌詞とかって、多分ゆきなさんの中で、こだわりというかあると思うんですけど、なんかこういう言葉ならとか、こういう子音なら母音ならシャウトしやすいとか、そういうのってあったりするんですか？めっちゃあります。やっぱりそうなんですね。多分なんていうんですか、もうそれこそ子音はしやすいんですよ。なので結構やっぱ英詞の人が多いと思うんですよ。やっぱ英詞の方が子音がこう強く出せますよね。子音ってこうっていうのが出やすいじゃないですか。しやすいんですけど、私は結構日本語の歌詞が多くて、そうですね、そういう印象があります。日本語でも日本語の言葉をうまくちょっと崩すと、なんかシーンっぽくなったりするんですよ。なりますわかります。なんかそういうので遊んだりしてますね。だってなんか日本語だけど、ちゃんと歌詞見れば何言ってるか分かるみたいなを目指してます。なんかこうその印象があります。本当ですか？なんかこう日本語聞いてるだけじゃ最初は分かんないかもしれないですけど、確かにこれ言ってるわみたいな歌詞カードとかを見た時に、なんかまた違う楽しみ方が得られる、曲聴くだけじゃなくて。
そうですね。やっぱりだってこういう、私がラウドロックを、花火絵の楽曲を聴いて、まずやっぱり入ってくるのってそのパワフルさとかその爽快感とか、その耳で楽しむ耳の情報、音楽はメインはそこかもしれないですけど、それで歌詞カード読んでみたら、こんなこと言ってたんだとか、これって案外こうやって発音できるんだなみたいな。私結構そういう発音とか見るのもともと好きなので、なんかそういう発見があって、まさにゆきなさんおっしゃったように、なんかそういう2倍に楽しめるなっていうのはすごく思いました、ね。歌詞見るの好きですね。すごくなんかね、でしかもキャッチーだったりするというか、言葉遊びみたいなのもすごくあって、すごくなんか練られている作る側のあれですけど練られているなっていうのをすごく思いましたね。結構祭りの作るかっこいいサウンドを歌詞でぶち壊しに行くっていう、なんかめっちゃ私がふざけるみたいな、変な歌詞つけちゃおうみたいな、それに対してのその祭りさんのアンサーはどうなんですか？やりすぎって言われる時は全然ありますそうなんだ。基本その持ってきてくれたアイディアは全部聞きたいので、そのプリプロとかでこういろんなパターン当ててもらって、みんなでこうゆきなも含めてみんなで聞いて、これかなみたいなのを選ぶっていう作業は結構多くて、なんか一旦聞いてみようかっていうことが多いです。そうなんですね。そうやって作られているんですね。いや面白いな。でそのスクリームとかグロールとか、シャウトとかでいわゆるなんていうんだろう、言葉子音母音とかで選んでいる言葉もあるかもしれないんですけど、感情的にというか感情表現の面においてなんか意識して選ぶポイントってあったりするんですか？感情表現も確かに、そうやって結構ふざけた歌詞もありつつ、なんか結構、全部気持ちこもってるんですけど、こうなんかもうこれは魂で叫びたいみたいな箇所とかは、レコーディングの時にマイクスタンドをこう長い棒みたいな風にして、こうマイクスタンドってこう普通に長い棒じゃないですか。それを掴んで思いっきり力を入れてわーってレコーディングするとかもやってます。こう何かをやっぱマイクいつもこう掴んでライブをしているっていうのもあるんで、なんかこうライブの時のなんかパワーをレコーディングでちょっと出しやすくなるというか、本当にテイク違うんですよ。ある時とない時ででなんか今日ちょっと喉調子悪いのかなって思ったら、棒がないって面白い。そうなんだ。スタジオに持ってったりとか、やっぱ変わってきますね。全然違う。やっぱすごいもう100点以上のが出ます。やっぱ棒があると。棒大事です。すごいかっこいいシャウトが出る。レコーディングってよくね、例えばちょっとムーディーな曲だったらね、部屋を暗くするとか、いろんなボーカルアプローチがあると思うんですけど、それは初めて聞きましたね。棒を持って魂を込めに行く、ライブと同じ感覚で込めに行く。なんかいろんな形でやってみたんですけど、座ってみたりとか、片足だけ椅子乗せてみたりとか、なんかこうお立ち台に立ってるような感覚じゃないですけど、なんかこういろいろやってみた中で今んとこマイクの棒に捕まるっていうたまに結構もうなんか折れそうって思いながら見てる。なんかもうこう掴んでマイクのマイクスタンドを掴んでみたいな時とかでマイクに向けて声を出していく。すごい。花火絵独自なんですかね。確かにあんま聞いたことないかもしれないです。あんま見たことない。けどガードをつかむ人はすごいいますね。ガード？マイクの前にポップガードみたいな。ですね。なんていう名前なんだろうあれ。半径型の。そうです。反響をありますね。抑えるやつのこう端をこう掴みながらシャウトするボーカリストは意外といると思いますね。一回それもやってたんですけど、なんかそれやるとガタガタガタってもうなんか壊しちゃいそうになってすごいパワーなんだ。寄せすぎてで力入ってるから、なんかいろいろ掴むとこうなんかこう無意識に探してた中でマイクスタンド持ってこようかって言われて、
確かにみたいな最適解だった、そっからですね。ありがとうございます。そうなんですね。いやちょっとじゃあそういうレコーディングの仕方もしているっていうことをちょっとなんか頭に入れながら聞いてみるとまたちょっと変わってくるかもしれない。確かに面白いですねそれ。でもやっぱりだからその音源でもパワフルさが伝わってくるんだなって思いました。やっぱりボーカリストによっては、そのライブとレコーディングだと分けて考えたりとか、ちょっとライブは熱くだけどレコーディングはちょっと温度感を調整してみたいな、そういうアプローチをする人もいますけど、やっぱりでも花冷えの楽曲は聴いていて、その音源だけで聴くときと YouTube の MV を見ながら聴くときと、あとライブ映像を聴くときのその差があんまりないというか、それをちょっと感じて、初めて言われました。本当ですか？なんか紐解けた気がしました今その話を聞いて。そうなんですよね。ちょっとだからそれを意識してもう一回聞いてみたいと思います。ありがとうございます。そんな花冷えですが、実は今週7月18日金曜日に新曲をリリースされるということで、こちらタイトルは何ですか？こちらカルガルエブリデイです。どんな曲なんでしょう？いやこれはアライグマカルカル団というアニメの主題歌になってるんですけど、すっごい久しぶりにめっちゃふざけました。めっちゃふざけました。てかもう多分めちゃくちゃふざけました。初めて聞く人はなんかどういう感情になるんだろうみたいな、なんかこいつらは何を言ってるんだっていう気持ちになるんじゃないかなってこう作って、こうみんなでアレンジして、レコーディングして完成しましたってなった時に聞いた時、祭り自身が聞いた時、なんだこれってなったんですよ。そうなんですか？結構こうみんなで終わった後とかって、なんかこう一回最初から聞いてみると、おーみたいな、いいの撮れたねみたいな、なるじゃないですか。いいじゃんとか、おーみたいな、あるじゃないですか。普通にみんな爆笑みたいな。なんなんだこれはみたいな。やばすぎるみたいな。そうなんですね。爆笑でしたね。また新たな花冷えの一面が見れる感じですかね。そしたらポップさとカオスさがかなり、なんかそのなんなんだ感がアニメにすごくマッチしてるんじゃないかなって思ってます。そうですね。これはまつりさんとゆきなさんお二人で曲作りをされたんですね。はい、そうです。いつもの曲作りと何か違いはありましたか？普段はまつりさんがベースを作って。はい、そうですね。流れとしてはあんまりこう普段通りな感じで作ったんですけど、アニメのその使っていただける尺が30秒ということで、そのフル尺より前に、そう30秒から作ったんですよ。確かにそれは初めてだったか。それ初めてで30秒のオケにこうしてああしてこうしたいんだけどすいませんっつってゆきなに投げてここは私が歌うとこでみたいな、結構細かくやらないとはまらなそうだったので、結構話し合ったよね。話し合った。なんかいつもは持ってきたものを選ぶって感じなんですけど、その30秒はもうその場でどうするみたいな、結構だし結構変えたりもしたもんね。した、そうなんですね。すごいそういう面では確かにいつもよりはなんかこう違う気合の入り方があったかもしれない。ラリーも多かったですね、2人の中もね。でこの激しい楽曲なんですけど、割とその歌詞をまた見てみるとね、ちょっとかわいいカルガルエブリデイっていうタイトルによりますけれども、これはどういう歌詞を意識して書かれたんですか？これはこう毎日この社会を生きる皆さん、こう日常を毎日頑張って過ごす皆さんの応援歌というか、アニメの感じもちょっと入れたので、そういうちょっと日常っぽい感じ
を入れてて、仕事が終わんないよとか、残業っていう言葉がね、最後出てきますよね。できたりとか、帰りたいよっていうのをちょっと代弁できたら、ちょっとでもすっきりしてくれるかなと思って、そう思います。これを聞いてね、こう毎朝出発してもらったり、そうだね、はい、残りの仕事頑張ろうって思ってもらって、いろんな仕事の、ね、職業の方とかに、じゃなくても学生さんの勉強とか、そうだね、もうどんな方にも当てはまる応援歌じゃないかなと。あと結構アニメの雰囲気に寄り添いつつ、カオスで、ポップな、そうですね、なんかポップさみたいなものもすごく印象を受けるというか、そうですね、ハードロックだけじゃね、それは他の楽曲でもそうなんですけど、いわゆるキャッチーさからそのポップさ、もちろん J-POP とまでは言わないんだけど、でもちょっとその片鱗が見えるというか、その聴いてても歌いたくなるような、そのシャウトはすぐは真似できなくても、でも一緒に真似したくなる、歌いたくなる場所がある、箇所があるなっていう印象がすごいあって、今回の曲もちょっとそれを感じました。嬉しい、嬉しいです、確かに他の曲に比べてかなりいろんな層の人が聴きやすい楽曲というか、ポップさはあるかなと思いますね。ちょっとまた新たな花冷えの一面が見えそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと花冷えの今後のお話についても伺いたいと思います。日本のみならず海外でも大活躍の花冷えですが、今後はどのような音楽を表現していきたいですか？日本だけじゃなく本当海外でもって本当にそうなんですけど、なんだろう、結構私たちはやりたいことをまっすぐやるっていう音楽の表現の仕方をしてるので、もうそれをなんかこう続けてって、その輪をどんどん広げていきたいなって、その日本海外だけじゃなくこうどんどんこうね、いろんな人にそれを届けてみんなで楽しんでもらえたらなと思いますね。あるまつりさん。そうですね、もっとジャンルレスな、関係ないバンドがたくさんいていいと私はちょっと思ってて、なんかその一つのジャンルをこう極めるっていうのがダメとかそういう話ではなく、なんかこれもやりたいしあれもやりたいけどジャンルって絞った方がいいのかなって思ってるバンドマンがもしいたら、そんなことないってこう思わせれるような楽曲作りはすごい意識してるので、なんかそれがどんどん日本世界とこう関係なく広まってって、こういろんな新しい面白い音楽がいろんなとこで生まれるといいなって思ってます。素晴らしいですね。素晴らしいですね。そういう感じ？そういう感じで来る。私はそんな感じだった。すいません、違う、真似したとかじゃなくて、本当になんかいいことね、いいこと言うと思って、今こう美香子さんの顔見てそうですよねってやってたら急にね来るからいいですね。お二人の関係性がよく見えます。すごい、私もやっていて楽しいです。ありがとうございます。お二人はそれぞれもう本当に今海外でもご活躍されてますけど、いつかこういう場所で歌ってみたいっていう夢あったりしますか？こういう場所、そうですね、やっぱこうちょっとずつ規模を今海外とか日本でもフェス出させてもらったりとか、箱もちょっとずつ大きいのに挑戦したりとかあるので、中でも武道館はやりたい一つの夢ですね。日本での武道館は、まつりさんも。そうですね、やっぱり登竜門というか、昔ながらの場所でいろんな大きい、もういろんな先輩方がやってきた場所で私たちもやりたいなっていうのはやっぱりずっとこう頭の中にありますね。ですね。ちょっと10周年を経てまた新たに海外ツアーも行ってパワーアップされると思いますので、またいつか花冷え武道館決まった時にまたラジオをお越しいただいて、ぜひもちろんその前でも全然構わないんですけどね、ぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。最後にお二人の個人的な目標や野望ももしよかったら聞かせてください。ありますか？本当に個人的なんですけど、
私めちゃくちゃサンリオが大好きで、X のプロフィールにもちょっとあ書いてありましたね。私実はピチピチピッチが好きで書いてあると思って。上がっちゃった。ごめんなさい、サンリオの話したのに。そうなんですよ。でもサンリオが好きで、サンリオがすごい好きなので、ピューロランドでちょっとコラボレーションじゃないですけど、かっこよさそうとか、わかんないです。どんなコラボレーションなのかわかんないですけど、なんかそういうサンリオさんのそういういろんな方とコラボする姿もすごい私は憧れてるので、幅広いですよね。はい、なんかいつかそれに私もなりたいなっていう野望です。なんか想像はできますよ。本当ですか？なりたいです。ありがとうございます。まつりさんはいかがですか？そうですね、私今使ってるギターが、こう ESP のギターを使ってるんですけど、私カスタムにちょっとしてもらっていて、それをもっと極めて、日本で売れたらなで、それをこう使って軽音楽部の高校生の子とかね、に使ってほしいなっていう願いをちょっとというか目標ですね。大きく言っていきましょう。それはそうですよね。やっぱそれはあるね。やっぱりね、自分のモデルがね発売されるってなったら、確かにすごく嬉しいですもんね。やっぱり自分も高校生の時、この好きなギタリストが使ってる同じピック買ったりとか、機材いろいろ調べたりとかしてたので、そういう立ち位置になれたらなって思ってますね。でぜひそのギターを持った子たちに南廊下歩いてもらってそこからまた新たなバンドを始めてもらえたらね。エモいですね。エモいですね。エモいですね。ありがとうございます。本当にたくさんお話を聞いてきたんですけれども、お時間が来てしまいまして、最後何かお知らせがあればお願いします。はい、先ほども紹介してもらったんですけど、7月18日に、カルガルエブリデイ、こちらがリリースとなりますので、ぜひ皆さんこれを聞いて毎日のなんか応援会になったらいいなと思います。ありがとうございます。ゲストは花冷えのボーカルゆきなさん、ギター&ボーカルのまつりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。